皆さんこんばんは。私の研究室へようこそ。ガーネット・クロウの研究第1回の今夜は、ガーネットが歩んだ13年の歴史を皆さんと共に振り返ります。それでは講義に移ります。ガーネット・クロウの歴史というのは1999年から2013年まであるわけなんですけれども、本講義においては短時間で説明しなければいけない関係上、画期となる時期を4つ設定しました。まず1つが99年から2000年、そして2002年から2003年、そして2010年、2013年、この3つをポイントとなる時期として説明してみたいと思います。まずガーネット・クロウのデビューは1999年にインディーズデビュー、そして2000年にメジャーデビューという形になるわけなんですけれども、この当時まだ生まれてないよという人もご覧の方にはいらっしゃるでしょうから、その当時の音楽界の大きな動きを2つだけ説明したいと思います。まず1つは R&B のブームです。リズム&ブルースですけれども、分かりやすいのが宇多田ヒカルさんの大ヒットです。R&B の流れからすると misia さんなんかもその前にあるわけなんですけれども、分かりやすいのがこの宇多田ヒカルさんの大ヒットです。リズム&ブルースですから、リズムが大事なんですね。基本的に演奏は抑えめにしてベースとドラムでノリを作っていって、ブルースですからその上に非常に感情的なボーカルが乗るという形になっています。どんな音楽かというと、当時の宇多田ヒカルさんのアルバム「ファーストラブを聴いていただければわかると思います。もう一つだけ説明しておきます。ライブというのが見直された時期です。一番わかりやすいのが今も活躍していますグレイというバンドがありますけれども、このグレイが1日のライブで20万人を集めるということを行いました。そして今もいわゆる夏フェス、毎年夏にいろんなフェスが行われますけれども、その夏フェスの基礎作りがされたのがこの98年だったり99年、こういった時期になります。この大きな2つのいわゆる活気があったという時期でありました。ガーネット・クロウの関係者はその中でどういう動きをしていたかというふうな話をしますと、これもうちょっと前ですけれども、97年に小松美穂さんが謎という曲でデビューをします。非常に素晴らしい曲です。特にイントロが非常に素晴らしいんですけれども、このアレンジをされていたのが後にガーネット・クロウのリーダーとなる古井博人さんです。そしてこのライブが非常にもてはやされた流れを受けて、それまでライブを全くやっていなかったザード、坂井泉さんがいるザードですね、これが戦場ライブを行います。この時に、ライブアレンジをしていたのが古井博人さんであり、またサポートギターで入っていたのが当時同志社大学を卒業したばかりの、後にガーネット・クロウのギターになる岡本仁さんということになります。そしてこの R&B の流れの中を追いかけていったのが、倉木舞さんという形になりますね。でこの辺りというのは音楽業界の人だけではなくて、当時のワイドショーなんかでも結構報道がされていました。特にザ・ノの戦場ライブですとか、そういったものは時のワイドショーなんかでも結構やっていましたので、私も取り立ててザードさんのファンではなかったんですけれども、この戦場ライブの CD は私買いました。それほどブームになっていたということがあると思います。でこの R&B の流れなんですけれども、結構ガーネット・クロウ、当時のガーネット・クロウの楽曲の中にも影響を与えてまして、後の流れからするとちょっと不思議なアレンジの曲だなという思うような曲が何曲かあるんですけれど、この R&B の流れを受けた楽曲というのが当時のガーネット・クロウの曲の中に何曲か入っています。そういった中でガーネット・クロウというのはデビューしたりしていくわけなんですけれども、ガーネット・クロウのデビューというのはそんなに大ヒットしたわけでもありませんし、マスコミにバンバン出ていたわけでもありませんので、ファンの人たちに、好きになった方々にとってはこのガーネット・クロウというのはどういうバンドなのかなというのが今一つ分からなかった時代でもあります。そういった流れの転機が訪れたのがこの2002年です。
夢見た後でという曲がヒットします。それを受けてライブを開始し、そしてファンクラブの設立をし、そしてそういったことも含めてメディアへの露出、音楽番組なんかへの露出が非常に増えていきます。そして2003年にはガーネットが所属していたギザスタジオというレコード会社があるんですけれども、バレンタインコンサートというのが行われました。3つのアーティストが共演するコンサートでしたけれども、倉木舞さん、相内里奈さん、そしてガーネット・クロウ、この3社の共演でした。私これ見に行ったんですけれども、当時の見た印象としては、相内里奈さんはすごくステージ上で動くけど、ガーネット・クロウっていうのはなんか全然棒立ちで動かないねぐらいの感想だったんですけれども、今考えるとこの3社が共演したっていうのは非常に意味合いがあることでして、要するにこのギザスタジオというレコード会社の中でガーネット・クロウが3トップの中に入ってたってことなんですね、この2003年の時点で。売り上げでいうとね、小松美穂さんも入ってくるんでしょうけれども、小松美穂さんはその後もずっとライブは行わないという方針で活動をされていましたので、実質コンサートをやれるのがこの3社ということもあったのかもしれません。でこの2002年から2003年の時期というのは DVD が普及した時期でもあるんです。もっと厳密な言い方をするとプレステ2ですね、これが発売になったのがこのぐらいの時期なんですけれども、プレステ2にDVD が見られる機能がついてましたので、そういったことでこれ以降 DVD というのが非常に普及していったということがあります。そして音楽をデジタルデータで持ち歩くという iPod もこの時期なんです。そしてブロードバンドって言い方をして分かる方と分からない方もいるかもしれないですけれども、要するにインターネットつなぎっぱなしっていう文化がこの時期から後に出てきたわけなんですね。これ以前というのは基本的に電話回線を使ってインターネットにつないで、それだけ電話代がかかってた時代なんですけれども、インターネットが非常に高速化していって、そして料金も安くなっていったので、ずっとつなぎっぱなしにしても良くなっていくというような時代でもありました。そういった流れの中でこういった動きがあったわけなんです。これ以降ガーネット・クロウの活動というのは安定していきます。ここに枠で書いてありますけれども、曲を作って CD を発売して、それを元にしたライブをやって、ライブが終わったら曲作りをしてという、この3本柱をずっと繰り返していって、収入を安定させてファンも増やしていってということで、ずっと活動が安定していきます。そういったこともあって、有名な文化財クラスのところでのライブというものもできるようになりました。2005年の頃に、すいません、失礼しました。活動5周年の時には大阪の中央公会堂で、そしてその後仁和寺、お寺ですよ、お寺です。そういったところでもライブをやれるようになりました。特に仁和寺は宗教施設ですので、いい加減なアーティストはやらせてくれないところだと思います。それだけガーネット・クロウというのが一般的な認知もされていったということの証明であるかなというふうに私は思います。世の中でもいろんな動きがありました。2005年にようやく YouTube が設立されるようになりました。そして小松美穂さんがですね、その後2006年には最後のベストアルバムを出して以降、音楽活動が今に至るまで全く見られなくなっています。2007年にはザードの坂井泉さんが、残念ながらお亡くなりになってしまうという痛ましいこともありました。そして2008年に入ると、Twitter や Facebook の日本語版というのが開設されます。これによっていわゆる SNS、今皆さん使っていると思いますけれども、それが一気に普及していくことになります。その前にもミクシーが2004年にあるんですけれども、ミクシーの方はですね、もともと登録制だったようなところもあるので、それ以降ちょっと一時期非常にもてはやされたんですけれど、それ以降ちょっと低調になっていきます。今このもてはやされている Twitter、Facebook というのが2008年頃からずっと非常に活動を伸ばしていくっていうかな、皆さんに使われるようになっていくと。そして iPhone3G がこの2008年に発売されることによって、日本におけるスマートフォンの普及の活気になるわけです。これより前スマホなくはなかったんですけれども、やっぱり活気はこの iPhone3G の発売だったのかなというふうに思います。でだんだんこの時代が下っていくに従って CD というのがだんだん売れなくなっていきます。それに従ってCD が売れなくなる代わりに音楽配信、インターネットを通してデータで音楽を買うということが世界的に普及していくということになるんですけれども、日本においては
突然 CD が売れるようになります。それがなぜかというと、ここには書いてあります AKB アイドルブームです。これによって日本だけなぜか CD が非常に売れる国になってきたということが言えます。もう一つですね、2010年の頃には有名なアーティストの引退や活動休止というのがたくさんありました。宇多田ヒカルさんや中森明菜さん、そして大黒摩季さん、相内里奈さん、三枝優香さん、上原あずみさん。上原あずみさんはちょっと変わった形だったんですけれども、活動休止をいたします。特に後ろの123、4つのアーティストはガーネット・クローのと大きく言えば同じ、レコード会社のグループに所属している方々でしたので、なのでガーネット・クローのおける重責というのがどんどん増していったのかなというふうに私は推測しています。そういった流れを受けて、2010年には10周年のツアーが行われ、そしてエースアルバム「パラレルユニバース」というアルバムが発売されるんですけれども、ここによってガーネット・クローのイメージがパンと変わります。大まかに言ってしまうと明るくなるわけなんですね。それまでの7番目のアルバム「STAY」とこのエースアルバム「パラレルユニバース」ジャケット見比べてもらうだけでも全然違いますし、ライブの時の服装なんか見てもらえると全然違います。メンバーの皆さんが音楽の世界を展開させたいということもあったのかもしれませんし、こういった音楽業界のいろいろな流れを受けてのこともあったのかもしれません。いろんなことがあってこういうイメージの転換があったのがこの2010年です。そして最後の転換点として2013年です。3月30日のライブのアンコールの後にガーネット・クローは解散宣言をします。そしてその3ヶ月後の6月9日にラストライブを行って解散ということになっています。この間非常に短いです。ですのでガーネット・クローのファンの方々においては、今もってこの時期の音楽を聴くのが辛いという方々もいらっしゃるのも事実です。それ以降ですね、ガーネット・クローのメンバーの皆さんの消息というのがなかなかつかみづらくなってきます。特に中村ゆりさんに関してはこの6月9日以降の足取りというのが公的には全くつかめていません。その他3人の皆さんについてはある程度どういったことをされているのか伝わってくるところもありますし、他のアーティストのサポートをされているということも伝わってはきてるんですけれども、中村ゆりさんは全くわからないというのが現状です。それが今日2019年までの流れだったわけなんですけれども、この2019年にですね、古井さん、リーダーの古井さんが新しくアルファというユニットを始動させたというのが今のところの最新ニュースでございます。ガーネット・クロー13年ありますので、なかなか短い動画でまとめるっていうのは非常に難しいんですけれども、私なりにまとめてみるとこういった形になりました。皆さんはどう思われたでしょうか。